皆さん明けましておめでとうございます。インフルとともに年越した桜子ちゃんです。いやマジでね、すっごい孤独で辛い年末年始でした。こちらはこれよこれ振り返れば2023年、仕事、YouTube、勉強とね、いろんなことに取り組んで本当に大変な時期も多かったです。まして最後にインフルって2023年漢字一文字で表すなら人ですよ、これは。ということで1年頑張ったご褒美として鹿児島最南端に浮かぶサンゴ礁に囲まれた島与論島に行きたいと思います。超楽しみ。いやね、地上の楽園とも呼ばれる与論島を早く皆さんにお見せしたいです。今回は新しくできた1日1組限定の超高級プライベートビラに泊まって胃袋バークハイヤーのね爆散するほどに与論グルメを楽しんで、天国に一番近いと言われる幻の島へ足を運んで非日常とやらをね満喫したいと思います。チェックインができなくってカウンターで調べてもらったら、お客様のご予約はございませんとの発言が。なんと航空券が取れていないという衝撃の事実が発覚。なんで？誰？ CA さん同士が話し合ってる中、ドキドキしながら待っていると、偶然にも空席が見つかり、無事与論島へ迎えることになりました。怖ー。酔い止めを買って飛行機に備え、タスクは完了できたので、ほっと一息つけそうなトマトチャウダースープとクロワッサンを注文。でも搭乗までの時間が残り25分。サクサク食べねば。クロワッサンだけに。いただきまーす。熱い。予想をはるかに上回る熱さに舌燃えた。無理。結局スープは飲めず、搭乗時間も迫ってるのでクロワッサン片手に爆走。無事に飛行機に乗れました。名古屋から那覇までの約2時間半のフライトですが、景色を見てください。綺麗。いや私ね、飛行機乗るたびに思うんですけど、連絡が来ない環境実にいい。いや空中にマイハウスが欲しいねなんていうエモに浸ってました。五感よくね。空中にマイハウスが欲しいねなんて笑う君の横にはいつまでも大和ハウス賃貸の俺。ちょっと待って。那覇空港に到着。与論島へは船と飛行機という手段があります。私は那覇から乗り継いで飛行機で行きます。搭乗までに時間があるので、とある場所に向かっています。ウコンを手に入れたということは酒だ、食だということで、国内線出口すぐにある空港食堂にやってきました。このお店は食べログで 3.49 とかなりの高評価です。私は食べログ信者なので 3.5 前後のお店が大好きなんです。 4.0 超えはちょっと疑わしい部分もあるので、 3.5 基準に美味しいお店を探すのが趣味なんです。ここは空港関係者も利用するそう。タッチパネル注文となってる分回転率も速くってリーズナブルな沖縄料理のお店として超おすすめです。早速注文したオリオンワッタが来ました。オリオンワッタはオリオンビールの酎ハイ版で飲みやすくって甘いので、お酒苦手な人もおすすめです。そしてゴーヤチャンプルも私に引き寄せられてやってきました。軽くね混ぜて乾杯。美味しい。いやこれ飲むと沖縄来たって感じして一気に高まるわ。うますぎて手が重力に逆らい続けてしまう。ゴーヤチャンプルは酒との相性抜群です。ここのは苦味がね強めなんですけど、それがマジで合うんですよ。幸せを感じながらトラブルを乗り越えて那覇に来れたことに感謝します。ありがとう令和、ありがとう世界、ありがとう岸田さん。
ってことで、ごちそうさまでした。再び飛行機に乗ります。ってことで、約40分のフライトを経て、ヨロン空港に到着。初めて来た時は、この小さな空港にびっくりしました。ヨロンまでの飛行機も小さめで、なんと手荷物の受け取りも手動なんですよ。何を楽しむんや、この小さい離島で。と思った方。この小さな離島には最高の幸せがあります。この Vlog を見終わる頃にはあなたも世論に魅了されてるはずです。これマジですから。さて荷物を受け取ったので、まずは今回の旅の目的地であるビラに向かいますか。到着。ただいまをもって我が城となるアマダだ。あまだったトゥントゥトゥツちょっと待って。あまだったトゥントゥトゥツちょっと待って。こちらは2019年に誕生したばっかりの1日1組様限定のプライベートビラでございます。都会ではね、味わえない非日常の空間がテーマとなっている場所だそうで、なんと聞いて驚け、1泊10万円からです。え？今回の日程だとなんと15万円でした。いや、これね、勢いで予約した後、マジで我に返って、さすがに、ってなったよね。まあでも取っちゃったし、今宵はね、世界一フリーダムで、ハッピーなレイディーになりたいと思います。フリーダムで、ハッピーなレイディーに、早速、ドラクエばりにビラ内をチェックします。おー！プールすごい！やばくない？昼は太陽の光を浴びて、夜は満天の星空を眺めながら至高の時間が過ごせそうですね。ただしプールは温水にはならないそうで、泳ぐのは難しそう。水着シーンを期待したハレンチな人間どもよ、無念だ。しかし明日は見れるかもしれんぞ。だから希望を捨てず最後まで見るんだぞ。いいな。そしてバーベキューコンロの貸し出しもあるそうです。俺が焼くからお前は肉食ってな。たまには私が焼いてあげたい。貸して貸して。待って肉焦がしちゃった。どうしよう。ほらバカ、貸せって。片付けはスタッフさんが不在の時にやってくれるそうで、ね、大人数で来るのも楽しそうですよね。これを見てる皆さん、いつ行く？ちょっとお兄さんお姉さん、映画見れるとこお探しですか？夜映画とか見たくなりますよね。ってことで、ここのビラプール横の大きな壁をスクリーンにして、なんと映画鑑賞もできるんです。素敵すぎませんか？頭良すぎないか？ちなみに今宵のために見ずに撮っておいた作品があるので、夜は酒を飲みながら満喫したいと思います。次は中に入ってみましょう。おー、モダン！おしゃれ！玄関棚にはプロジェクターの使い方や周辺のお店や観光スポット、アマダの情報が載ってる冊子が。早くいろいろ見たい。うわ、中広！やばい、マジでテンション上がる。これは間違いなくラグジュアリーで最上級なひとときが過ごせそうですわね。ファビュラス！ちなみにアバダはスペイン語で愛されているを意味するそう。皆様から愛され、大切な人の笑顔あふれる場所で最高の体験を提供したいっていう思いから生まれたそうですわよ、お姉様。洗濯機もあるからプールも気軽に楽しめるね。夏だったらガチ泳ぎしてましたね、これは。キッチンにはワインセラーもある。ソムリエが選んだであろう20本ほどの幅広いワインが用意されてますね。ちなみにこれは追加料金です。調理器具がこんなにあれば別にバーベキューじゃなくてもいろいろ楽しめそうだよね。ねえ、洗面台おしゃれ。コンクリートや統一された色味がめっちゃいい感じ。これはね、グッドデザイン賞ですわ。お風呂、バスタブが大きくていいね。ただカーテンや仕切りがないから、外から見られちゃうっていうのが難点な気がしますね。でも待って、それも非日常ってこと？
女性用アメニティやパジャマはないので要注意かな。まあでも最近はないところの方が多い気がするけどね。奥にはベッドルーム、素敵素敵素敵。加湿器あるのありがたいね。ホテルやビラってやっぱ乾燥するからね。ベッドルームにはハンガーやセーフティーボックスが揃ってます。ハンガーがたくさんあるのはありがたいよね。私めちゃくちゃ服持ってっちゃうんで。さてタクシーで島を観光しよう。与論島は 20km ほどの小さい島で観光がしやすいのも魅力の一つだと思う。まず最初はオーガニック海岸。曇ってるけど綺麗。いや海好きなんでテンション上がるわ。また後で話すけど、幻の島百合ヶ浜の玄関口となるこの海岸には約2km続く砂浜が広がってるの。やばくない？ってことで海岸に降りてみよう。いや歩きながら波の音が心地いいね。晴れた日には最高のヨロンブルーを楽しめるの。与論島で一番メジャーなビーチなんですよね、ここは。まあ今日こんな感じなんですけど、明日はもっと綺麗なのでお楽しみに。お次はタイムトンネルへ。百合ヶ浜展望休憩所から下ったところにある大きな岩の空洞はタイムトンネルと呼ばれる絶景スポットになってるんです。このトンネルをくぐると、カップルでくぐるとね、待って、自分とカップルっていう言葉がなさすぎてやだ、もう言えない、忘れちゃったこの言葉で。このトンネルにはカップルでくぐると永遠に結ばれるとか幸せになれるとか言われてるんですよ。まあ今日は厳しそうですね、カップルざま次はトゥーマイビーチ。竜の住む浜と言われるパワースポットなの。ビーチに竜の形をした岩があるんだよね。これわかりますか？そしてここが与論島で一番細かくってサラッサラな砂を持つビーチなんだって。夏は海水に浸かって、冬は海水で手や口をすすぐとパワーが得られるって言われてるの。ぼっちパワーゲットなるかってことでやってみたんですけど、まあ難しい。海水を手に取ろうとしたけど砂もついてくるからもう超苦戦した。でも20分くらい粘ってできたのでパワーは得られたはず。なんと一番パワーを得られるのは11時から15時らしい。なるほどね。ちなみに夕日にはパワーがあんまりないらしい。そんなのある？今日の苦労何だったの？今宵のソロパーティーの買い出しに来ました。思いっきり食って飲んで自分を天国送りにしてやろうじゃないですか。島はお店が少ないし予約も難しいので朝ごはんの調達は難しい分パンも買います。普段スナック菓子は食べないんですけど今日はね食べちゃいますよ。帰ってきたらちょうど夕焼けの時間で、これはもうビラの近くのビーチに酒持って夕日をね見に行くしかないじゃないですか。はあ綺麗。与論島何もしない贅沢って言葉がぴったりなんだよな。だって見て、太陽の光がキラッキラに輝いてますよ。酒片手に一人うっとりしてたら後ろから声が、夕日を見たいならうちから見る方が綺麗だよって気さくなおじさんが誘ってくれたのでついていくとっていやマジでめちゃくちゃ綺麗やん。ここはおじさんが経営してるカフェだそう。バーベキューもやれるらしいですよ。好きなだけ酒飲みながらゆっくり夕日を楽しんでいいよって言ってくれた神。ここでは鳥や人の声は聞こえず波の音だけが聞こえる本当に天国みたいな空間。島の一番好きなところ何かって聞かれたら私無音なところだと思う。無音って島ならではだと思う。島カフェをね経営するのが夢なのでいつかこんな場所で実現できたらいいな。そしたらみんな来てね。来てすっかり日が沈んだので夜ご飯まではのんびりビラで過ごします。おー、昼とは違う良さがあるね。なんかこう大人の贅沢空間って感じ。すごーい。プールサイドで酒片手にリラックス。椅子に座って空間と時間を楽しみます。人と過ごすのも好きだけど一人の時間も最高に好き。でも来世は一人でご飯とか行けない。
しょうがないな。どこ行きたいのとか言われてよ。予約した夜ご飯の時間になったので、居酒屋ひょうきんへ。食べログでは 3.43 で、与論島でも超人気のお店。ここは予約なしでは入れないから要注意。前も来たけど、いっつも店内は満席で賑わってるイメージ。地元の新鮮な食材を生かしたメニューが豊富で、郷土料理から沖縄料理、中華料理まであるので、好き嫌いある人とも楽しめそう。まあね、ちなみに私は好き嫌いないんで、皆さん私最高ですよ。まずは与論島の名物もずくそうめんとお酒いただきます。美味しい。もずくそうめんはわさびとネギが入っためんつゆにもずくをつけて食べるの。そうめん感があるので、与論島の暑い日には欠かせない一品。これほんと美味しいです。こちらは豆腐チャンプルー680円だよ。安っ。そしてね、うまい。神か？神だ。いや、神である。こちらは軟骨ソーキに800円で、この美味しさはね、もう罪なんですよ。マジでうまい。ここでお刺身盛り合わせも登場。うわー！与論ではお刺身をいただくときに独特の酢を合わせるの。アーグシュペイといって赤唐辛子入りのお酢なんですよ。それと醤油を合わせていただくんですけど、これがね、美味しいのなんの。酒が進む。こちらは島らっきょうの天ぷら。島らっきょうは一般的ならっきょうよりも小さめなんだけど、香りが強くってピリッとした辛さが特徴。これもね、酒が進むんですよ。もうね、酒の快速特急に乗ってますよ、こちらは。こちらは黒ホロホロ鶏の餃子。肉々しくって美味しいけど熱々。一時停車しました。最後はモリンガ麺で締め。こちら680円ですよ。大丈夫？与論島はモリンガっていう与論の土地に適したスーパーフードを栽培してて、それを使ったモリンガ麺です。これね、もちもちしててめっちゃ美味しいの。めんつゆでさっぱりといただくんですけど、本当に食べてほしい。いや、自分でも驚くくらい食べちゃった。ってことで、ごちそうさまでした。ビラに戻る前に与論駅へ。いや、怖っ暗いとこが苦手なので、こういう時は誰かと言いたい。与論には鉄道が走ってないので架空の駅なんですよ。星がよく見える定番の観光スポットなの。肉眼だと正直今日はここまで見えない。ビラに戻ってパジャマに着替えてソロパーティー。壁に映して映画を見るそうだけど、植物があって映しにくくって30分以上大苦戦した。多分やり方が違うのかもしれん。見たかった日プっていうオーディション番組を見ながら飲んで食べて暴れ叫びます。日プはアイドルのオーディション番組で、視聴者が好きな子に票を入れていって、最終的に生き残った11人のアイドルの女の子たちがデビューできるっていう番組なの。ちなみに私の推しは桜井美優ちゃん、石井蘭ちゃん、最終的にゆめきになりました。さて、ソロパーティーも幕を下ろし、もろもろの連絡を返していきます。いやー、こういう時ね、彼氏と連絡取りたいよね。今何してる？寂しいよって連絡来てほしいし、俺もーって送り合いたいよな、ム太郎。まあ実際は付き合った人によるんですけどね。夢の中では素敵な彼氏ができてますように。おはようございます。夢でも彼氏できんかった。いい天気。今日は海メインの観光に出かけます。海行く日はもうほぼほぼすっぴんですね。でも日焼け止めはね、しっかり塗っていかなきゃ。めんどくさいけどね。今日は大金久海岸の沖合から 1.5 キロくらいにある百合ヶ浜に行くので、日差しを避ける場所がないのです。なので日焼け対策大事。実は百合ヶ浜はいつ出現するか不明なので、幻の島って呼ばれてます。春と夏の特定の時期に、しかも干潮の時にしか出現しないんですよ。じゃあ全然時期違うやんけって感じですよね。私もそう思ってます。一応与論島のホームページの予報では、今日は出るって
との予想。なので行きたい方はそのホームページをチェックしてから行く必要があります。ってことで行ってみましょう。ねえ、やばいやばいやばい、見て、めっちゃ綺麗だって昨日とは全然違くない？同じ場所ですよ。いや、エメラルドグリーンの海が最高に綺麗ね。え、皆さんに見したかったの、これがヨロンブルーですよ。どこまでも真っ白な浅瀬も続いてます。もう泣けるよ。今回は予約したグラスボードに乗って百合ヶ浜へ。ちなみに水着じゃなくても普段着で渡れるのと15分くらいで着くので、船酔いが怖くても大丈夫。グラスボードで行くとウミガメや熱帯魚が見れる場所に寄り道してくれます。こんな感じ。ウミガメおっきい。着いた。透明度高すぎでしょ。白い砂浜は完全には出てこなかったけど、無加工でこれですよ。久しぶりに来たけど本当に神秘的な美しさだと思う。やばいね。いや、ほんと素敵。カップルが仲良さそうに写真を撮って楽しんでいる中、一人でハートを作ってる人もいるよ。それがあたし。待って、虚しいけど、この百合ヶ浜は本当に元気が出る気がするんだよね。海が好きだからいろんな海に行ったけど、ヨロンの海はなんか本当に特別なパワーを感じるんだよね。なんかスピリチュアルっぽいけどガチで。この砂浜は星砂になってるから、年齢の数だけ拾えば幸せになれるって言われてるんだけど、ちょっとめんどくさくてやらなかった。1時間くらいで帰りの合図が出たので戻ります。同棲してた小さい子がもうずっと漏れるって騒いでて、最後は海でしてました。気を取り直して予約してたサップをやるよ。前にヨロンに来た時もサップやって楽しかったから、今回も挑戦。ボートの上でパドルを漕ぎながら海を楽しみます。若干力が必要だけど景色がすっごい綺麗なので夢中になれるんですよ。次の日はね、筋肉痛になるけど、そんな落ちたりもしないので楽しみやすいマリンスポーツだと思う。どこまでも続く海で自然との一体感を味わえるので超おすすめ。見て綺麗ね。え、本当にヨロン島最高。マジで楽しい。サップの後はインストラクターのお兄さんに昨日行ったタイムトンネルまで連れてってもらうこと。昨日のリベンジにドキドキするわ。今日はくぐれるかな。一度もくぐったことのないタイムトンネル。果たしてなんと道は開けとやまない雨はない。初めて。嬉しい。この女性の初めてはマジの初めてです。よく言うじゃないですか、女の初めては信じちゃダメって。いや、マジで初めてなんです。ほんと嬉しい。早速幸せのためにググっていきます。でもこれマジで石が滑りやすいな。めちゃぬるぬる。しかし幸せになりたいので踏ん張ります。穴をくぐるとそこにはこんな綺麗な景色が。なんか本当にヨロン島って好き。でもこれくぐった後はさ、来た道を戻るのかぐるっと一周して戻るのか、どっち？幸せになれるのどっちなの？そこまで教えてよ。幸せになれるのどっちなの？そこまで教えてよ。結局分かんなかったのでドキドキしながらぐるっと一周しました。いや、同じ場所なのに昨日とは本当に違うね。天気がいい時の島はガチで最高。いや、ありがとうヨロン。もう大好き。お次は岬へ。食べログ 3.41。外観はザ海の家って感じ。ここはもずく料理とかき氷が人気らしい。このかき氷のネーミングよ。木村のアホて。木村見てるか言われてんぞ。これは常連の名前から付けられたらしい。今回はもずく冷やし茶漬けとガバジュースを注文してみた。店内にはたくさんのメッセージが書かれた天井があって島らしさを感じますね。待つこと15分から20分。ついに来たー。超美味しそう。こちらはヨロン茶漬けの素という海苔の佃煮のもずく葉みたいな自家製の素とパパイヤの漬物、ハム、
海苔、ネギ、わさび、梅干しなどの具が乗ってます。ご飯に乗せて混ぜて冷たいお茶でいただくらしい。美味しそう。でもお茶は普通のペットボトルのお茶でじわる。混ぜてから食べてとのことなので、混ぜてからいただきます。冷たくて美味しい。これめちゃめちゃハマる味なんだけど、めっちゃ美味しい。なんでここでくすぶってんの？バズるしかないもずく冷やし茶漬けに改名しようマジで。超美味しい。この与論茶漬けの素がとんでもなく美味しいの。海苔のつくなりほど甘くはないけど、もずく本来の美味しさが感じられるペーストみたいになってて、優しい味わいなの。令和を象徴しますよ、これは。この美味しさは。パパイヤの漬物や梅干しの塩味がプラスされると、もうね、日本の象徴の味だよ。これがね、ガバですよ。ガバ。まあまあ滑りました。最後は米粒がくっついて移しにくいから、ご飯の入ってた方にお茶を入れて食べてねって言ってくれて、最後の一粒まで美味しくいただきました。ごちそうさまでした。さて、与論空港に帰ってきました。見てくれた方ありがとう。また見たいなと思ってくれたら、チャンネル登録、高評価よろしくね。今年もいろいろ投稿したいなと思ってるので、通知オン。X、TikTok のフォロー、概要欄チェック、コメントで共にね、桜子チャンネルを盛り上げてくれると嬉しい。こちらもハッピーなパワーを与えられるようなチャンネルにね、なるように頑張ります。ってことでちゃんとチャンネル登録、高評価したあなたのポチがモチベですから。ということで次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。